皆さんこんにちは。元自衛官のタレント飾りです。やあ、陸上自衛隊松戸駐屯地受品学校にやってきました。飯盒を使ったり、今回はちょっとサバイバル。それでは早速潜入開始。元自衛官のタレントの飾りと申します。ようこそ自品学校へ。広報担当の水野一です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。陸上自衛隊の受品学校というところで、ここはどういった施設なんでしょうか。受品学校は陸上自衛隊の受品科の教育訓練を行うところです。また部隊の運用とか研究を行うところでもあります。受品科で取り扱っているものとか教育をやっている場面について飾りさんに体験していただきたいと思います。おー、よろしくお願いします。はい。受品学校教育部で糧食教官をやってる堤一と申します。はい。緊張してますか？とても緊張してますね。緊張してますか？はい。今日は、数ある、受品科教育の中で糧食について見学と体験をしていただきたいと思います。はい。なんか机の上に見覚えのある OD の袋がたくさんありますけど、これは一体何でしょうか？陸上自衛隊で使用している戦闘糧食です。はあ、なんかちょっと懐かしいですね。私が舞台にいた時よりメニューが増えてるような気がしますね。一部、飾りさんが当時いた時よりもメニューの方が増えております。なんかちょっと気になるメニューがいっぱいありますけど、この大型乾パンとかですか。乾パン、これは懐かしいですね。どうでしたか、味の方は。スペレットが絶対ついていて、それをつけながら食べてました。自衛隊といえば乾パンなイメージがありますね。いえいえ、そんなことないですよ。いろんなメニューがありますので。続いてのメニューにつきましては、煮込みハンバーグになります。はいはいはい、煮込みハンバーグ。はい、市販で食べてるハンバーグのような味であり、ボリュームもあってとても美味しくなっております。美味しそうですよ。ここから先はちょっと私は知らないものが多いんですけど、ポークソーセージステーキっていうところで、市販で食べている本当にポークソーセージのステーキと一緒ですね。やっぱり戦闘糧食と聞くと味しないんじゃないのとか、どんな味なのって皆さん思われると思うんですけど、味は普通に美味しいんですかね。味はもう普通に美味しいです。で、現在の戦闘糧食につきましては、3世代目であり、栄養価の改善であったり、加工技術の進捗等から栄養価、味、隊員の思考、傾向性等を考慮して、継続的に、改善の方をされております。戦闘糧食も気になりますけど、これは缶詰じゃないですか。さすが飾りさん、いいところに目をつけてくれましたね。食べたことあります。箸が折れたことあります。そうですね。非常に硬い時もありますけども、こちらの缶飯については引退の方をしております。で、それに代わってこちらの戦闘糧食が使われている。こちらの戦闘糧食の方に現在については、変わっております。この煮込みハンバーグについて確認していただきたいと思います。はい。開けちゃっていいんですか？ぜひ開けてください。ありがとうございます。ちゃんと切り込みも入ってて。はい。隊員がとても開けやすいように。簡単に手でも開けられますね。で、中身が、これは白飯。これドライカレー。ドライカレーがこれについてはドライカレーと白飯です。これがあれですね。メインの。これがメインの煮込みハンバーグ。煮込みハンバーグだ。器ですね。器が入ってます。そうですね。あと器とフォークですね。なんか昔食べた戦闘糧食っていうこのパック飯自体になってて、でこのスプーンでこうやってガーってやって開けてたんですけど、今はそういうわけじゃないんですね。そうですね。最初から器で入ってる状態なんですね。そうですね。すごい食べやすくなってますね。隊員の意見等を反映して逐次改善等をしております。ここに飯盒がありますね。はい、とても懐かしいものだと思います。懐かしい。私が昔使ってたのはこっちでした。なるほど。ちっちゃい方。こちらの大きい方につきましてが、旧型のもので今は使用の方はされておりません。こちらの小さいものについてが今使われている飯盒です。で、受品学校の教育ではこの飯盒を使って、炊事の教育を一部しております。実際にその飯盒を使って調理したことってなかったので、器的な感じで使ってましたね。器等では使っておりますが、教育の一環としてしておりますので使っていただきたいと思います。楽しみです。まずはじゃあ飯盒の構造等について一部確認していただきたいと思います。はい。もうまず蓋と、そうですね。中蓋ですね。はい、中蓋。
懐かしい、はい、これあれですよね、連結できますよね。ああ、よくご存知で、さすがですね。こんな感じで連結して、はい、そうですね、連結して、3個に分かれます。汁物を入れた時にこぼしちゃったりとかそういう、残念な時もありますけど、基本的にはこの連結しておくと、安定して、3つまで、ご飯、スープ、おかずっていうのを入れて、配膳することができます。下を触らなくていいので、はい、熱くないから楽ですね。そうですね。こちらの方が旧型の飯盒になりまして、一回り大きい大きさになっております。かなり大きいですね。そうですね。ちょっと歴史を感じますね。そうですね。あ、これもそうですね。新しいものと同じで、中身についてはほぼ一緒の構造になってますけど、かなり底が深いですね。大きいです。いっぱいお米炊けそう。そうですね。旧型のものについては連結の方ができないというところで、現在使用されているものについては連結できるようにしております。飯盒もだんだん進化してるんですね。そうですね。使いやすいように。さあ、なんだか変わった施設にやってきましたけど、ここは何ていう施設ですか？こちらについては野草園となっております。野草園。一部教育で使用する野草等を育てております。だからなんかちょっと畑みたいな感じですよね。そうですね。ここで飾りさんに実際に食料の現地到達も行ってもらって飯盒炊飯の方をしていただこうと思います。おお、なるほど、はい、なんかちょっとサバイバルな感じですよね。そうですね。野外行動時に、代用食材として必要な野草等を使ったサバイバル教育で、また隊員の心の豊かさを深めることを狙いにして、開園の方をいたしました。サバイバル、そして心の豊かさ、私もちょっと心豊かになりたいです。新しい教官の方を呼んでみたいと思います。はい、白鳥教官。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは園内については各所に食べられる野草が栽培されていますのでご案内します。こちらにどうぞ。お願いします。おー、すごい。なんか池もある。なるべく自然のままの形を作るような園になっています。いや、すごい。こんなところが自衛隊にあったとは。あ、これは何ですか？アシタバと言いまして、天ぷらだったり、あとおひたしにしたり、あとは炒め物に入れたりとかして食べることができます。緑の濃い部分よりもこういった緑の薄い部分、黄緑色のところの方が柔らかくて美味しく食べれますので、こちらを摂取してください。綺麗ですね、確かに。実際にここにある植物を取って調理させてもらってもいいんですか？食べたい分だけ取ってください。やったー。採取させてもらいます。こんな感じでいいのかな？はい、これで大丈夫です。いただきます。葉っぱが綺麗。あ、教官、ちょっと中に竹やぶというか竹が生えてますけど、これはこちらの竹林については、今は生えていないんですけれども、春先になるとタケノコが、いっぱい生えてきます。見つけたらすぐに取らないと、1日で10センチとか15センチとか生えてきてしまうので、1週間もしたらタケノコじゃなくて竹になってしまいますので、早く取らないといけなくなっています。普段タケノコを取って調理されたりとかもするんですか？実際に春ぐらいに入校してくる学生については、こちらで取ったタケノコを教材として、中華で言ったら酢豚だったり、あとは八宝菜だったり、和食だったら煮物だったり天ぷらとかにして教材として使っています。自衛隊でタケノコが食べれるとは思わなかったです。季節によっていろいろと取れるのがありますので、取れるものについては今先ほど取ったアシタバとか、こちらですと、すごいニラが生えてる。市販で売っているニラに比べてだいぶ細くて丈も短いんですけれども、野生で自生しているような形になるとこのような小さいニラになります。取ってみて匂いを嗅いでもらうと分かるんですけれども、ニラ独特の強い匂いがします。ニラのいい香りがします。そうですね。小さいですけどしっかりとニラの匂いがここまで漂ってきます。お腹空きますね、これ。本当にたくさんの野草が生えてますね。そうですね。ちゃんと見ないと薬草と雑草が入り混じってますので、正直注意して取るようにしてください。あんまりわかんない今。では続きまして三つ葉になります。おお、三つ葉だ。はい。ちょうど手前に綺麗な三つ葉がありますけれども、野生の状態で栽培していますので、一般のスーパーで買う三つ葉に比べるとだいぶ丈が短くて、またそのままにしておくと茎も太くなっていくんですけれども、非常に美味しい三つ葉になっています。
なんか本当に自生してるような感じですよね。そうですね。へー。こちらがミスパ、3つの葉がありますのでミスパになります。こちらはただの雑草になりますので、間違って取ったりしないようにお願いします。全然見分けがつかないんですけど。そうですね。こっちは3つじゃなくて5枚の葉がついてますので、これは食べないようにしてください。わかりました。おお、三つ葉だ。綺麗なミスパですね。綺麗です。先ほどのアッシャパと一緒で、はい、色が濃いものについては硬くて食べにくいんですけれども、ちょっと黄緑っぽいものの方が柔らかくて非常に美味しく食べれます。まさになんかみずみずしくて美味しそうな感じがしますよ。そうですね。三つ葉美味しそう。すごいなんか天幕みたいなのが立ってますよ。あ、やっと見つけてくれましたか。こういうのがあった方がやっぱりサバイバルっぽくていいですよね。いや、めちゃくちゃサバイバルな感じしますよ。あ、でこれは何ですか？これが実際に今日笠井さんが使用していただく、炊事号というものになります。自衛隊では飯号で、炊事をするときにいろんな作り方があるんですけれども、今回は熱効率が一番いい炊事号というものを使って炊事をしてもらいます。へえ、こんな炊事号も初めて見ましたね。そうですね。真ん中にあるのは何ですか？これは今回使用する固形燃料というものになります。おお、固形燃料、私もキャンプで使ったことあります。あ、そうですよね。自衛隊では薪だったり炭だったり、いろんな燃料があるんですけれども、今回は一番簡単な固形燃料を使っていきたいと思います。はい、ここに飯号がありますけど、普段こういったものって自衛隊では使ったりするんですか？陸上自衛隊の野外炊事においては通常野外炊具という装備品を使用して炊事をしています。また先ほどご覧いただいた戦闘糧食は野外炊具を使用できない場合に簡易加熱剤を使用して温めています。今回は誠にレアなケースですが、野外炊具や簡易加熱剤が使用できない場合に隊員一人一人が自分でご飯を炊くことができる飯号炊事を実施をします。今回はかなりレアなケースっていうことですよね。そうですね。ここまで追い込まれる自衛官もないと思います。確かに私もやったこと正直ないので、はい、楽しみですね。先ほど採れた野草を切っていきたいと思います。おお、ニラ結構多いな。まだ長い。ちょっとざっくりじゃあ切ってみます。よいしょ。葉っぱと茎を切り分けてます。野草準備できました。はじめまして、調理教官の立山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回天ぷらを教えていただけるということで、はい、何かコツとかあったりしますか？そうですね。アルミのね飯号を使ってるんで、温度管理が非常に難しいんですよ。いやでもそもそも飯号でこの天ぷらをするって私初めて見たんですけど。そうですね。はい、まあでもどんなものでも入れ物っていうかものがあればねお料理は作ることができるんで、今日はね、一緒にですね天ぷらを揚げていきましょう。楽しみ。でまずは、はい、この今入ってる油の温度がどのくらいなのかっていうのが測るものがないからわからないですよね。わからないですね。だけどこの割り箸を使って、はい、今の温度を、チェックしたいと思います。はい、この割り箸を入れた時に先端部から泡が出るっていう状態だとだいたい150度前後の低温になります。で入れた瞬間に全体から泡が出てくるってなるとだいたい160から180度の、中温で入れた瞬間に泡がもう勢いよく出てくるっていう状態は180度から190度の高温になって、それからまあ煙が出てくるようだと発火する恐れがあるんで、そうなんですよ。そこを気をつけていかなきゃいけない。いきます。はい。泡がいいですね。出てきました。いいですね。ちょうど全体から出てるので、だいたい160から180度ぐらいの今温度帯を、保ってますね。あとは少し攪拌してあげることによって、油の温度をですね、均一に保つことができます。よかった。発火はしていない。いいですね。熱源の、が一定の場所に当たってるんで、どうしても均一に油の温度が
なりづらいんで、少し、攪拌しながらやってあげると上手にね揚げることができると思います。じゃあちょっとずつそうですね。攪拌します。はい、いいと思います。でも今ちょうどだいたい160から180度の温度帯を保てていると思うんで、はい、早速、はい、食材を入れて揚げていきましょう。先ほど取った、この足束ですね、はい、それをちょっと揚げてみましょうか。はい、ね、あ、なんかいい感じの足束ですね。積み立てですね。そうですね。野草園の。まあちょっとこうね、場所的に狭いんで気をつけながら入れていきます。あ、いいですね。この音もポイントなんですよね。だんだん音が小さくなっていきますから、そうすると上がりますよ、上がってきましたよっていう合図になります。なかなかね、飯盒で天ぷらとかね、やることないと思うんですけども、まあちょっとね、体験的なところで、こっち側の方はね、もういい感じなんで、ちょっと裏返します。おお、すごい。あ、いいですね。もうだんだん大きかった泡が小さくなって、わかります？こっち側は泡が小さくなって、あんまり泡ボコボコしてない。そうなんですよ。めっちゃ美味しそう。こんな感じで上がっていきます。そしたらじゃあ笠井さんもやってみましょうか。やってみたいです。はい。これぐらいですか？あ、そうですね。全体的につけてもらって、はい。せーの。お。あ、いいですね。上がってる。飯盒で天ぷら揚げてる。たらちょっとひっくり返してみましょうか。はい。はい。いただきますよ。あ、しっかり。で温度が低すぎるとちょっとべちゃってした、天ぷらになってしまうんで、カリッとした天ぷらを揚げるためにはやっぱししっかり温度管理と、あとは、この今作った天ぷら粉ですね、の水の温度が、水が冷たい水を使うとか、そういうのがコツになります。だいぶ泡が小さくなってきました。そうですね、いいと思います。じゃあちょっと揚げてみましょうか。よいしょ。はい。あ、いいですね。上手に揚がってると思います。上手に揚がりましたよ。ニラと三つ葉も揚げてみましょうか。ニラなんかは普段卵とじとかね、そういう料理に使うんで、かき揚げには、ちょっとどうかなと思うんですけども、ここではそのサバイバルっていうところで試しにいろいろ入れてやってみましょう。はい、やってみたいです。どんな味するかね。ニラのかき揚げは初めてですね。ですね。いっぺんにいきますよ。はい、どうぞ。せーの。ああ、大丈夫かな。ちょっと広がってる。そしたらですね、ちょっと寄せてあげる。おお、先生、ありがとうございます。寄せてあげる。ありがとうございます。リカバリーしてくれた。すごいニラの香りがしますね。いい匂いがします。それではちょっとひっくり返してみましょうか。はい、いきます。せーの。あ、しっかりでも固まってます。いい匂い。さっき摘んだばかりの野草が今もうかき揚げになってますよ。いい感じですね。ちょっとツンツンってしてみてください。ちょっとツンツンって。あ、もう硬くなってる感じしますよね。はい、します。いいと思います。じゃあ。水分があるとどうしてもべちゃっとなっちゃうんで。なるほど。よいしょ。せーの。はい。よいしょ。ああ、美味しそう。いいですね。飯盒で作った野草の天ぷらです。できました。いや、初めてね、やった割には上手にできましたね。ありがとうございます。はい。美味しそうです。飯盒を使ってまさか天ぷらを作ることになるとは。自衛官当時の私は想像できなかったと思います。サバイバルなクッキングいかがでしたか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。